こんにちは、学びオタクです。今回はレジェンド BB、SD 戦国伝より2代目ガンダム大将軍を制作していきます。もともとは1989年に発売され、私が幼い頃に購入して遊んだ覚えがあります。それが2014年に新規造形でレジェンド BB としてリニューアルされました。今回、懐かしいこのキットを大人の財力とテクニックで思う存分仕上げていきます。2代目ガンダム大将軍は実は武者ガンダムとノーマルガンダムのいとこにあたり、幼名は来訪ガンダムと言います。今回のレジェンド BB ではこの来訪ガンダムも再現できます。それでは早速制作していきますが、今回のポイントはメッキパーツを剥がして塗装、合わせ目消しと肉抜き穴埋め、黒立ち上げ塗装となります。特に今回は2代目ガンダム大将軍の特徴的なホワイトを黒立ち上げ塗装で仕上げることで墨入れせずに立体感を表現したいと思います。もともと SD に関してはほぼ墨入れしていませんが、まずは仮組みを行います。最初にニッパーでパーツをランナーから切り離し、次にヤスリを使ってゲート跡を丁寧に処理していきます。この作業の目的はパーツのバランスを確認し、どの部分に塗装のポイントがあるかを把握することです。仮組みをしっかり行うことで完成後の仕上がりが大きく変わります。合わせ目についてもこの段階でどこにあるのかを確認しておきます。私、学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。2代目ガンダム大将軍は私にとって SD ガンダム戦国伝の多くのキャラクターの中でも特別な存在です。とてもかっこよく、まさに SD ガンダムの集大成といえる存在でした。その2代目ガンダム大将軍が新規造形で登場したので、これはしっかり作りたいと思い購入を決めました。今回はシールを貼りながら、素組みとシールのみの場合にどのような完成品になるかを確認していきます。こちらが素組みにシールを貼った状態です。塗り分けも完璧で、色が足りない部分もしっかりシールで保管されており、非常に再現度が高いです。ただ、肩の赤い部分がシールで再現されている箇所にはどうしても不自然さが残るので、ここは塗装が必要かなと思いました。それではここから早速手を加えていきましょう。まずはメッキ剥がしから始めます。このキットにはメッキパーツが含まれていますが、メッキ部分だけを残してその他をゴールドに塗装すると全体の仕上がりに違和感が出てしまいます。そこで色の統一感を持たせるためにメッキパーツのゴールドを剥がしていきます。まず薄メッキを使ってゴールド部分を剥がしました。すると下地のシルバーメッキが現れました。次にさらにメッキを剥がすためにアルカリ性の洗剤を使用します。今回は台所用洗剤ハイターを使います。手順はパーツを一定時間液体に浸すだけで塗装が徐々に剥がれていきます。私は薄メッキでどこまで剥がれるかと試したくて使ってみましたが、最初からメッキ剥がしのみをする目的なら段階的にする必要はなく、最初からハイターのみで大丈夫です。ハイターに浸すとこのようにメッキがきれいに剥がれ、元のプラスチックの材質がしっかりと現れます。とてもきれいに剥がれてくれました。次に手刀部分や二の腕部分にある肉抜き穴を埋めていきます。今回のキットは肉抜き穴が少ないので全体的に見栄えがいいですね。今回は穴の部分にプラ板をあてがい、大きな穴を埋めた後、隙間を瞬間カラーパテで埋める方法で作業を進めます。まずは二の腕部分と手刀部分にプラ板をあてがっていきます。
ガイアの瞬間カラーパテを使って隙間を埋め、ようじで均一に伸ばします。その後、瞬間接着剤用の硬化促進剤を吹きかけて硬化させます。硬化した後はヤスリで表面を整えるだけで完成です。肉抜き穴埋めは実際にやってみると意外に簡単です。次に合わせ目を消す作業に入ります。今回は頭部、側部、兜、刀の鞘、オメガキャノンにしっかりと合わせ目が入っているので、これを消していきます。まずは流し込みタイプのミスターセメント SP を合わせ目に流し込み、部品をギュッと押し付けて合わせ目を密着させます。その後、はみ出た部分をヤスリで整えることで合わせ目が消えます。この動画でははみ出た部分のヤスリがけの工程は省略しています。一通りヤスリがけをして合わせ目を消した状態です。この状態では見た目だけでは合わせ目が完全に消えているかどうか判断しづらいことがあります。手触りで確認する方法もありますが、確実な方法はこの状態でサーフェイサーを吹き付けて確認することです。それでは早速サーフェイサーを吹き付けていきます。サーフェイサーを吹くことでわずかなへこみや傷、完全に消えていない合わせ目が見えやすくなります。今回はサーフェイサーを使って消えていない合わせ目を明確にし、その部分を瞬間カラーパテで修正した後、ヤスリをかけて整えていきます。頭頂部の合わせ目には段差があったため、その段差部分をタガネで彫り直しています。こちらは刀の鞘部分の合わせ目です。綺麗に合わせ目が消えてくれたようです。兜の頭頂部にもがっつり合わせ目があります。頭頂部のへこみは変形に必要な部分なので、今回は穴埋めしません。この辺りは合わせ目がうまく消えていなかったので、再度修正してヤスリをかけた状態です。部分的には綺麗に合わせ目が消えている箇所もあります。合わせ目が綺麗に消えているところはそのままにしています。再度確認のためにサーフェイサーを吹き付けます。これで合わせ目がしっかり消えているかどうかを改めて確認します。よくあることですが、ここで新たにもう一つの肉抜き穴を発見しました。痛恨の見逃しです。天下不部の軍配に肉抜き穴があったので、これを先ほどと同じ手順で埋めていきます。今回は軍配の穴を埋めるために軍配のランナーを使用し、その隙間を瞬間カラーパテで埋めていきます。その後、面出しヤスリなどで表面を整えます。今回は基本的に下地を黒にしようと考えていますが、赤をきれいに発色させるには黒よりもグレーの方が良いかもしれないと判断し、肉抜き穴埋めの確認を兼ねて赤を塗装する部分の下地にグレーのサーフェイサーを吹きました。ここは冒頭でお話しした肩の赤い部分です。素組みではシールで再現されていましたが、今回はぜひ赤で塗装したい部分でもあります。こちらがグレーのサーフェイサーを塗装したパーツ一覧です。さて、ここから赤の塗装に入ります。今回は赤の部分をクレオスの小豆色で塗装してみたいと思います。これは成型色がもともと鮮やかな赤ではなく、少し暗めの赤だったためです。はみ出しを気にすることなく赤い部分のみをエアブラシで塗装します。その後、赤い部分だけをマスキングしてから下地の黒を塗装するので、はみ出しを気にせず塗装を進めていきます。そして塗装した小豆色は光沢のある塗料なので、その上から墨入れを行います。今回はタガネなどで彫り直しをしていないため、
墨入れがうまくいきませんでした。そこで改めてタガネで彫り直しを実施しました。軍配の文字、天下不武を塗装します。使用するのはエナメルのフラットブラックです。エナメル塗料を使うことではみ出しても拭き取れるようにしています。慎重に文字の部分だけを筆塗りで塗装しました。今回もゴールドやシルバー部分以外は全て艶消し仕上げにしたいので、小豆色で塗装したパーツに墨入れを施し、その後艶消しクリアを塗装していきます。艶消しにした小豆色部分をマスキングしていきます。今回はそれほど細かくないので、大きめのマスキングテープを貼り付け、形状に合わせてデザインナイフで切り出す方法でマスキングしました。他のパーツもこのようにマスキングしています。背中のオメガキャノンについては追加でこの部分を塗装しています。ここからガイアの黒サフエボブラックを塗装していきます。艶消し赤をマスキングした部分以外は全て黒下地としてガイアのエボブラックを塗装していきます。兜のゴールド部分についても下地は黒で塗装していきます。背中のオメガキャノンのグレー部分にも黒下地を塗装していきます。黒下地を塗装し終えたらグリーン部分をクレオスのメタルグリーンで塗装していきます。塗料を一気にのせずに少しずつ塗装していくのがポイントです。このメタルグリーンは2代目ガンダム大将軍の目立つワンポイントとなっているため、特に丁寧に塗装するよう心がけました。次にグレー部分をガイアのブルーグレーで塗装していきます。ハンドパーツやバックパック、背中のオメガキャノンに使用します。特に下地が黒のためエアブラシでベタ塗りにならないよう少しだけ下地の黒がうっすらとグラデーションとして見えるようにしました。個人的に大きなグラデーションは今回の2代目ガンダム大将軍には合わないと感じたため、最小限のグラデーションにとどめました。メタルグリーンで塗装した部分をマスキングし、はみ出た部分を再度黒サフで塗装します。これははみ出したまま塗装した際にムラが出ないようにするための予防措置です。ついでにはみ出たブルーグレーも黒サフで塗装しておきます。さて、いよいよ最後のポイントである黒立ち上げ塗装に入ります。今回は白の塗装にガイアのアルティメットホワイトを使用します。またエアブラシはいつもの 0.5mm 口径ではなく 0.18mm 口径のものを使用します。面の中心から徐々に広げていき、面の境目には少し下地の黒を残すようにします。下地の黒を多く残すほど重厚感が増しますが、今回の2代目ガンダム大将軍では最小限に抑える方針です。これは兜の前の部分になります。これはフェニックスの羽です。これは軽装モードの頭頂部になります。面が分かれているので
面ごとに塗装していきます。特徴的な口元にはエナメルの墨入れブラックを流し込み、薄め液で拭き取ります。白で塗装した部分をマスキングし、はみ出た部分を再度黒サフで塗装します。これははみ出したまま塗装した際にムラが出ないようにするための予防措置です。兜の塗り分けも行います。ここはゴールドで塗装するため下地を黒にしておきます。さて、いよいよゴールドの塗装に入ります。使用するのはもちろんクレオスのスーパーリッチゴールドです。学びオタクのお気に入りのゴールドを塗装していきます。マスキングがしっかりできていれば、あとはエアブラシでスーパーリッチゴールドを吹きつけるだけです。これは胸のパーツ、ゴールドメッキを剥がして黒下地にゴールドを塗装しています。こちらは足のパーツ、見逃しがちですが、足に2本のゴールドのラインが入っているので、ここもきちんと塗装しています。鳳凰の羽のゴールド部分になります。軍配のゴールド部分もしっかりマスキングしているので、スーパーリッチゴールドを吹きつけるだけです。2代目ガンダム大将軍の特徴的な前立てです。鳳凰のエンブレムが入った肩パーツは一旦すべてゴールドで塗装します。肩アーマーの塗り分けには付属のシールを活用してマスキング代わりにしました。もちろんマスキングテープで行っても構いませんが、付属のシールで代用するのも一つの方法です。今回はその両方を使ってみました。肩アーマーをマスキングした状態です。果たしてうまく塗装の塗り分けができるか楽しみです。シルバー塗装にはクレオスのスーパークロームシルバー2を使用します。これも私のお気に入りのシルバーです。普通のシルバーよりも光沢が格段に優れています。ちなみにシルバーは隠蔽力が非常に高いので、重ね塗りになっても気にしません。気になる肩アーマーの塗り分けです。シルバーをまんべんなく塗装します。付属のシールでマスキングした部分がきれいに剥がれてくれるかどうか少し心配です。これでエアブラシ塗装は終了です。あとはマスキングで塗り分けした部分を剥がしていきます。丁寧に塗り分けた分、このマスキングを剥がす作業が一番のご褒美かもしれません。
こちらは背中のオメガキャノンです。マスキングを丁寧に剥がしながらも、ここからは少しスピードを上げて動画を進めます。いかがでしょうか。綺麗に塗り分けできているでしょうか。気になる肩アーマーの塗り分けです。まずは付属のシールを剥がしてみます。マスキングテープに比べると多少剥がれづらいですが、意外にも綺麗に剥がれてくれました。いかがでしょうか。かなり綺麗に塗り分けできているかと思います。すべてのマスキングテープを剥がしたパーツがこちらです。こうして並べてみると圧巻ですね。これから最終組み立てに入ります。今回の2代目ガンダム大将軍の全塗装、いかがでしたでしょうか。懐かしい SD 戦国伝の大将軍がレジェンド BB で蘇り、プロポーションもかっこよく、ボリューム感も最高です。何より40代の方々には心にグッと感じるものがあるのではないでしょうか。現在の SD ワールドヒーローズのキットに比べると塗り分けはそこまで複雑ではないため、非常に組み応えのあるキットだと思います。素組みとシールでも十分にかっこいいキットですが、エアブラシ塗装の練習にはとても良いキットではないかなと感じました。また2代目ガンダム大将軍の若かりし頃の来訪ガンダムも組み替えで再現でき、軽装モードやフェニックスモードにも変形可能です。1つで4つの形態を楽しめるため非常にお得感があります。さらに前回の天下無双大将軍のシャープさとは対照的に、全体に丸みを帯びたフォルムが重厚感や圧倒的な存在感を感じさせます。ということで今回のレジェンド BB2 代目ガンダム大将軍の評価はこちら。今回特徴的な肩アーマーが背中のバックパックに固定されるという点で稼働に若干の難点がありますが、肉抜き穴も少なく組み立てやすさは非常に優れています。ということで今回のキットの初心者おすすめ度は星4つです。今後は SD シリーズでもタガネを使った彫り直しを試してみても良いかなと感じました。これからもプラモデル製作の腕を磨きつつ、ノウハウやキットの製作過程、チャレンジしたこと、学んだことなどを発信していきますので、見逃さないためにもチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定をしていただけると嬉しいです。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお過ごしください。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。